ありがとうございます。ここは新高岡駅です。今回は新高岡駅と高岡駅の構内を探検したいと思います。Google Earth、こちらの画像が新高岡駅、そしてこちらが高岡駅です。まずは新高岡駅の方から見てみます。出発していった電車は私たちがここまで乗ってきた白鷹号東京駅です。新高岡駅は北陸新幹線開通とともに開業した新幹線の駅です。新幹線のホームは2面2線で、こちらのホームは長野・東京方面行きの一番乗り場です。なお、新幹線のホームは上下ホームともドーム状の屋根で覆われており、雨や雪がホームに入ることはありません。続いて金沢・敦賀方面行きのホームにやってきました。新幹線の新高岡駅には輝きは通過しますが、白鷹と剣は全ての列車が停車します。駅前広場にはロータリーがあり、高岡駅や周辺各地を結ぶ路線バスが発着しています。ロータリーの向こう側に見える大きな建物はイオンモール高岡です。イオンモール高岡は2019年一部増床し、現在は北陸地区最大級のショッピングセンターとなっています。コンコースはとても広く、そして出来手まだ日が咲くとても綺麗でした。上下のホームにも待合室はありますが、コンコースにも立派な待合室がありました。トイレは待合室の横にありました。立派な駅、立派なホームですが、驚くほど人がいないです。前日と翌日のサンダーバードが運休しているせいで、北陸新幹線は運転していますが、旅行を中止する人が多いのかもしれません。東京方面行きのホームを輝き号が猛烈な勢いで通過していきました。さすがに新幹線の通過は迫力があります。改札を出て外を見てみましょう。外には立派なロータリーがありますが、今日は大雪のため道路上にもたくさんの雪が積もっていました。奥に見える建物が北陸最大級のショッピングモール、イオンモール高岡です。新高岡駅にはもう一つの路線、城花線の新高岡駅があります。新幹線の改札を出て約1分ほどでこちらの場所に到着できます。こちらが城花線新高岡駅です。改札口はなく、階段を上るとすぐにホームがあります。城花線は新高岡・高岡駅間のみイコカで乗車することができます。ホームは一面一線で、同じホームに高岡行きと城花行きが到着します。小さいホームですが、待合室も完備されています。城花線新高岡駅も北陸新幹線新高岡駅と同時に開業しています。当然ですが、城花線で一番新しい駅です。城花線のホームから新幹線新高岡駅の方を見ています。さすが新幹線の駅舎です。違う駅のように立派でした。まもなく高岡方面行きの列車が参ります。列車が来たようなので、高岡駅まで移動します。新高岡・高岡駅間は3分ほどで移動することができます。先ほどのロータリーからバスも出ています。高岡駅に到着しました。大雪の影響により、この日の城花線は
15時以降の運休が決定していました。雪に覆われた高岡駅です。本日 JR 城原線は15時以降の列車運転を取りやめさせていただいております。高岡駅本日最終列車14時30分でございます。あと1時間ほどで城原線の今日の最終列車が発車します。続いて氷見線のホームにも行ってみます。先ほどの城原線のホームが1、2番線、対して氷見線のホームは全く反対側の7番線です。高岡駅を発着する JR 氷見線城原線のホームは一番北側が氷見線、一番南側が城原線のホームで、それぞれの列車は直通することができません。ただし双方の線路は愛の風富山鉄道線を通じてつながっているので入れ替えすることは可能です。こちらは氷見線氷見行きの列車です。城原線氷見線ではキハ40、キハ47型気動車が使用されています。城原線氷見線は現在 JR 西日本の路線ですが、今後愛の風富山鉄道への移管が決定しており、それに合わせて新型車両を導入する予定です。こんな感じになるそうです。続いて5、6番乗り場にやってきました。3番乗り場から6番乗り場までは愛の風富山鉄道のホームです。 JR 線を含めて駅の運営も富山鉄道の運営です。降りしきる雪の中、富山行きの電車がやってきました。北陸本線の富山県内区間にあたるいするぎ越中宮崎駅間は愛の風富山鉄道に移管されました。お客様のお乗り換えが環状自治体すべの発車となります。7番乗り場から13時47分発1時間に1本程度の城原線に対して1時間に1本あるかないかの氷見線。一方愛の風富山鉄道ですが、富山方面行きは1時間に2本程度、金沢方面行きはそれよりも若干少ないような感じです。遅れてきた富山行きの電車を待ち合わせして同時発車の城原線そして氷見線の列車が少し遅れて出発していきました。続いて3、4番線いするぎ金沢方面行きのホームです。石が動くと書いていするぎと読むんですね。ますます雪が激しくなってきました。高岡駅の愛の風富山鉄道のホームは北陸線時代は特急来鳥などが頻繁に出入りする駅でした。長い編成に対応したホームも今では4両ないし2両が中心のため、ホームの両端には柵が設置され、それ以上行くことができません。改札入ってすぐの場所には次の列車の案内が立派なディスプレイで表示されていました。4番乗り場に14時80分発いするぎ津幡方面普通列車の金沢行きが到着いたします。4番乗り場には14時8分発金沢行きまもなく到着いたします。
高岡駅の列車接近メロディーは富山県の県民愛称歌であるふるさとの空が使用されています。ますます激しくなってきた雪の中、4番乗り場に金沢行きの電車が到着しました。雪国の電車の運行はとても大変だと思いました。寒い中でもホームで列車を待つことができるよう待合室が用意されていました。改札の外に出てみました。とにかくゆったりとした広々とした空間でした。改札前の広いスペースには待合スペースがありました。こちらの場所からは立山連峰の雄大な眺めをワイドな窓から見ることができます。今日はあいにくの大雪で立山連峰はおろか付近の街並みすら真っ白で見えない状態でした。快晴の日の見晴らしが展示されており、晴れていればこのような眺めをこちらから見ることができるそうです。南北に伸びる自由通路は万葉ロードと呼ばれ、天井が高く開放的な通路でした。通路にはドラえもんポストが置かれており、こちらに投函すると特別な消印を封印してもらえます。通路には木材をそのまま利用したベンチが置かれていました。万葉ロードの一部にあったこの照明がとても綺麗でした。高岡駅の1階部分には万葉線の高岡駅があり、腰の片駅行きの電車が発着しています。ただ本日は雪の影響により一部区間運休していました。運休していなければこういった感じの路面電車がこちらの場所を発着しています。雪のため運休し、今日は電車の来ることがない万葉線高岡駅でした。駅前のロータリー部分に行きましたが、激しい雪が降っていました。こちらは高岡駅の駅前北口です。タクシー乗り場やバス乗り場があり、氷見方面や富山方面行きのバスのほか、名古屋や高山方面への高速バスも発着しています。イオンモール高岡、そして新高岡駅方面へはこちらと反対側の南出口を出たバス乗り場から出発しています。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。愛の風富山鉄道 JR 氷見線城花線万葉線が乗り入れる富山を代表するターミナル駅高岡駅と新高岡駅の動画でした。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。